やばー、追いかけ寄生植物のエヴァンマシロです。この度、角川スニーカー文庫より11月1日刊行予定のライトノベル、依存したがる彼女は僕の部屋に入り浸るのイラストを担当させていただくことになりました。著者はよろずや久兵衛さんです。ということで、今回はこの作品のカバーイラストを描きながら、顔の描き方について解説していきたいと思います。この作品、タイトルだけ見ると、なんかヤンデレものかってなるかもしれませんが、そうではないんですよ。あらすじをうなちゃんに紹介してもらいましょう。大学に入って一人暮らしを始めた僕は、文芸サークルの飲み会で西園寺遥と出会う容姿端麗で清楚な雰囲気の彼女だが、趣味は酒。大学近くの僕の家は都合も良いし心地よいと、今日も彼女は入り浸る。エヴァの調整が下手すぎて、サーモンじゃなくて、リカーの方の酒ですね。酒です。これ超大事ですか？すいません。夢の大学生活、夢の一人暮らし、全然一人にさせてくれませんってリード文があるんですけど、変わろうか。原稿をね、実は読ませていただいたんですけど、お話の雰囲気としては、これ現代の依存症な彼女たちとか、将来のアル中女とこういう断絶男が、すごいしっくりくる感じというか、大学生ってなんか大人と子供の間というか、自由だけど、自己管理しきれてない感じというか、浮世離れした独特の雰囲気がありますよね。そのね、空気感がね、すごいいい感じに表現されてます。でね、酒、パチンコ、タバコの依存三重視がヒロインで出てくるんですが、この掛け合いがね、とにかくすごい楽しいんですよ。なのでね、この状況、羨ましいかと言われたら、もろ手を挙げて羨ましいとは、ちょっと言いにくいかな。だモラトリアムとして100点満点です。そんなお話です。11月1日に発売予定なので、よかったら手に取ってみてください。これでですね、主人公とヒロインは3人いるんですが、キャラデザはこんな感じで描きました。このモラトリアム感をね、表現したくて、全体的に落ち着いた中彩度、中明度なトーナル配色にしていました。左からそれぞれ酒、パチンコ、タバコになります。なんというか、可愛いってずるいな。すべてが許される。そんな感想を抱きますね。で、そんな本作のカバーイラストで表現したいことや抑えるべきポイントをまとめると、ここら辺かな。気だるげな空気感とか、お酒パワーで距離感がバグったり倫理観が曖昧になる感じもなんかやんわり表現したいよね。そんな感じでこちらのラフを3つ作りました。方向性がかなり明確だったので、伝えたいことは大体一緒ですね。この無防備さとか胸チラ的なちょっとドキッとするお色気要素とか、あとはお酒の吐き替えれるとか、この3つを提出し、こちらの A 案が採用されました。土産の構図でちょっと複雑なので補助線を引いています。顔の立体感のポイントとしては、一番特徴的な断面を捉えると考えやすいです。前に目の描き方の動画でも解説しましたが、それの応用というか組み合わせですね。エヴァが思う顔で特徴的な断面は、正中線と目の中央断面と、場合によっては側頭線とかかな。なんでこの位置かというと、正中線は一番出っ張る鼻の位置がわかるっていうところと、目の中央断面はやっぱ顔の中で一番凹凸の起伏が激しいところだと思うんですよね。箱根駅伝で言うと4区くらいの起伏の激しさがあると思ってます。で、側頭線は顔の面の切り替わりの位置ってとこですね。横方向は十字で切るっていうこともあるんですが、このサングラスみたいなのを描いて、この眼下っていう目玉が入ってる穴のへこみの左右バランスを見ておくと、より正確に表現できるかなと思います。なんで補助線を引くのかというと、立体感を捉えたいんですよね。で、顔ってね、立体感がつかみづらいんですよ。立体感のつかみづらさを説明するのは、これシンプルな形状で考えるとすごいわかりやすいですよ。これクイズなんですが、例えば、この立体の上面の真ん中に穴があるとします。この場合、この立体はどのような形状だと思いますか？
正中線を仮定して交点の中央のところに穴がないので、この上の面がどうやら平面ではなく凹んでそうだなと想像した方、半分正解です。では実際に正中線を引いて確認してみましょう。ちょ待って。ブラウザバックしないで。説明させてください。何が言いたかったかと言いますと、細かい起伏は輪郭だけだと拾えないんですよ。緩やかな凹凸って線がね、出てこないんですよね。で、顔って緩やかな曲線の連続じゃないですか。なので、凹凸感の特徴が捉えづらいと。で、特徴が捉えづらいから、それを補助する線を引くと、線だけでも形が見えやすくなると。この立体も陰影をつけるとこんな感じですかね。でね、これはエヴァの表情集の輪郭なんですが、輪郭のアウトラインだけの場合よりも正中線がある方が、正中線だけのものよりも目の中央断面や眼下のラインがある方が、目の位置などの全体のバランスが分かりやすいかなと思います。ちなみに目の中央断面は、この頬のラインまで引くと、よりほっぺのふっくら感が捉えやすいです。このほっぺの断面ラインが通称フリーザラインと界隈で呼ばれていることはあまりにも有名ですね。顔に限らず人体全般に言えることかもしれないですけど、輪郭線って回り込みの端っこが見えてるだけで、あんまエッジじゃないんですよね。エッジがないものの形の取りにくさといえば、浮き輪とか分かりやすいと思う。構造を理解していないと描けないものランキング2位ですからね。穴がどこにどうつくかって結構難しくないですか？どんだけ形が取りにくいか、ちょっとやってみましょうか。よくわからなくても補助線を駆使していけば描けるはずなんですよね。理論上は。まず大きさを決めて、太さと中心を決めて楕円を描きます。太さの楕円を描いたら、さらにその頂点に接する楕円を4つ描いていきます。だいぶそれっぽくなってきましたが、ちょっとね、左右の膨らみみたいなとこが物足りないですね。本来こんな感じで楕円が連続していくはずなので、この辺りのボリュームが多分足りないですね。なのでさらに緑色の対角線を増やしてみたら、だいぶいい感じ。あとは足りないところを少し足せば、できました。これは 3D 素材でよくない？想像の3倍大変だったんだけど。何が言いたかったかというと、形がわからないものは、その形の断面を捉えたり、構造を理解していけば、理論上は描けると。ということです。顔もしかりです。イラストで描く顔の角度のパターンって、ある程度決まっていたりするので、パターンで覚えてるって人も多いと思うんですよね。それもね、全然ありだと思いますし、エヴァも全然やってます。断面を取るみたいな測り方を一つだけでも持っておくと、結構変則的な角度とか、なんかしっくりこないなみたいな時に沼りにくくなるかなと思います。エヴァは割と断面で捉えることが多いですけど、面で捉えてく人もいますよね。だから絶対これっていうやり方があるわけではないと思っているので、何かしら自分なりの測る方法を持っていれば、これは良いのかなと思います。だいぶ脱線した気がしますが、まとめると、顔は緩やかな起伏が連続するので、補助線で立体感を把握する。これはおすすめです。あんまりね、かっちりやりすぎると、ちょっとね、硬い絵になったりするので、そこだけちょっと注意した方がいいかもしれませんね。3D とかと一緒で、ノリと勢いも結構大事です。今回の絵で言うと、顎のラインも消えてるので、ここら辺も補助線を出しています。ベースの形さえ抑えられれば、もうどんな角度でも描けるようになるんじゃないかなと思います。顔のバランスを整えたところで、さらに絵を進めていきます。編集さんと相談して、右手を差し出して、一緒に寝ようよ的なポーズはどうかと線画まで進めていたんですが、ヒロインが主体的に誘っているよりは、見てる側に委ねてる感じの方が、なんか危うさみたいなものが表現できて、エッチだなと思ったので、戻すことにしました。飲み明かした朝の設定なので、缶を無造作に配置して、光源を設定していきます。朝日なので黄色っぽい光を横から入れる感じです。光が決まったらマスクを切って塗り込んでいきます。缶のパッケージとかイラストの中にある絵や文字やあんまり細かく書き込まず、印象だけを捉える感じで書き込むのがエヴァは好きです。結構ね、主張が強くなりがちなんですよね。で、そう出したり、はだけさせたりしたら、完成です。
それでは完成したイラストを見ていきましょう。依存したがる彼女は僕の部屋に入り浸るのカバーイラストを描いていきました。読み明かした次の日の朝の記憶も断片的で頭も痛い中、過ちが起こったのか起こってないのか、これから起こるのか、もう何もかもわからないモラトリアムを表現していました。散乱した空き缶やしっとりした空気感を怪しい感じに表現できたところが気に入っています。エッティですね。とてもエッティです。元はこんなにはだけてなかったんですけどね。ラフの段階では当たりでへそを描いていたんですけど、編集さんはなんかへそが出てると思ったみたいで、へそはどこ行った？へそを出せと詰め寄られたので、落ち着いてくださいと。そんな胸も行きましょうと。そう言っただけです。最終的に胸脇へそのセンシティブハッピーセットになったので、よかったです。スニーカー文庫の X の告知ポストで、君は手を出してこないでしょってセリフついてて、天才かよって思いました。はい、ということで今回の動画は以上になります。顔描けそうって思ってもらえたらチャンネル登録、高評価をポチッとしていただけると励みになります。他に聞いてみたいことがあればマシュマロで教えてください。それではまた次の動画で。バイバイ。構造を理解していないと描けないものランキング1位は金管楽器です。これはもう 3D でいこう。